65歳退職後の保険料と税金ということで、今回は総集編パート2をお送りいたしたいと思います。前回の総集編パート1で3つの点のうち1つについてご説明させていただきましたが、今回は残りの1つについてご説明させていただきますね。今日は2021年12月です。一応前回の振り返りということで簡単に3つの点は何だったのか振り返ってみたいと思います。1つ目、退職時点で一体いくらぐらいお金を用意しておけばいいのということで、私の場合と妻の場合でご紹介させていただきました。私の場合は健康保険料、介護保険料、住民税とこの3つの支払いに関してご説明させていただきました。妻の場合は、私が退職するときに、妻が60歳以下だったら国民年金保険料の支払いが必要になってくるというお話をさせていただきました。それから2つ目、将来はどのぐらいお金が必要なのということで、これから15年先までの分の必要なお金をシミュレーションしてみました。特にその中でも住民税非課税世帯となるのかどうか、これを今後検証してみたいと思っております。この2つは前回の動画総集編パート1で説明させていただいておりますので、興味のある方は概要欄にそのリンク先を貼っておりますので、よろしければご覧になってみてください。今回は3つ目の死んだ時にはお金はどうなるのということで、この3つ目を今回ご説明させていただきますね。はい、それでは3つ目。死んだ時にはお金はどうなるのということで、私が死んだ時に年金や天引きされた保険料、税金はどうなるのか推測してみました。推測というのは、私が死んだ時に実際に検証できないですよね。ですので、今の現状から分析して、死んだ時はこういう具合になるんじゃないかというところを思いましたので推測とさせてもらいました。間違っている点があろうかと思いますが、その点はご理解の上ご覧いただけたらと思います。それでは、まずこういう表を作ってみました。縦軸に月度を持ってきて1月から12月までですね。1年間をこれで表したいと思っております。で、横軸に年金の支給月、年金、それから年金から天引きされるものとして、健康保険料、介護保険料、住民税の3つを横軸に持ってきました。本当はここに4つ目に所得税ってあろうかと思うんですけども、月々2000円か3000円ぐらいでしたので、1万円切ってるんで、ここでは割愛させていただいております。まずは現状を調査してみました。年金の支給日は偶数月の15日となっています。15日が土日、祝日の場合はその直前日ということですね。偶数月ということは2月、4月、6月、8、10、12と年間6回ございますね。偶数の日に一応丸をつけさせてもらっています。それから例えばですね、2月に支給される年金は12月と1月の2ヶ月分となっています。4月に振り込みされる年金は2月と3月分の2ヶ月分が振り込みになっているということになっています。これはすなわち後もらいということですね。2月と3月の分を4月にもらうわけですから、後もらいと。以下同様に偶数月に2ヶ月分が振り込みされるという仕組みになっています。これはあくまで現状ですね。それから健康保険料。2月の年金は健康保険料2月と3月分が天引きされているということになっています。2月と3月分を2月に支払っているということですね。4月にもらう年金は4月と5月の分の健康保険料が天引きされているということになっています。つまりこれは前払いということですね。以下同様に年金をもらう
偶数月に2ヶ月先の分まで健康保険料を支払っているということになっています。同様に介護保険料も例えば2月の年金から2月と3月分の介護保険料を支払っているということになって、これも同じく前払いということですね。以下、同様な仕組みになっています。ここで健康保険料は、私は会社の健康保険料を継続しましたので、こういうことはまだ年金から天引きとはなってないんですが、今度国民健康保険料に切り替えて、ここを検証してみたいと思っております。もし違ってたらまた動画を編集して公開させてもらおうかと思っております。それから住民税ですね。住民税がちょっとややこしいんですけど、2月の年金から天引きされているのは前々年分の6分の1というになっています。前々年ということは2年前ですね。2年前の1年間の住民税の6分の1を天引きされている、支払っているということになっています。ですから、後払いとなりますね。2年前の分をこの2月に支払っていると。同様に4月から前年の分の6分の1、6月も8月もそれ以降ずっと去年の分の6分の1というのを支払っているということになっております。年金は前年の分を本来ですと6月から支払うことになっているんですけど、年金から天引きされる場合は4月からなっているということらしいんですね。僕もちょっとどうしてそういうルールにしてるのかよくわかんないんですけど、どうせ払わないといけないんだったら一緒かなと思ってそのまま聞いておりましたけど、4月から年金から天引きの場合は6分の1ずつ天引きされるというルールになっているということですね。それからここで私が死んだ場合ですね、各保険料はどうなるのか、未支給とか未払いとかあるのかないのか、それによっては遺族の方がどうしたらよいのかって影響出てきますよね。そこで月ごとにどうなるのか調べてみましたので、赤字にて説明いたします。原則として年金は亡くなった月が最終の受給月となっていますということですね。どういうことかというと、例えば1月に亡くなったとしますと、1月の年金までもらえる権利があるということですね。1月に亡くなっているわけですから。ところが1月のじゃあ年金はいつもらうルールになっているかというと、この2月の15日に振り込みされる分に1月分が入ってますよね。でなおかつ12月分もこの2月に振り込みされるようになってますよね。これ後払いだからですね。ですから1月に亡くなった場合は、この12月と1月分はまだもらえてませんので、これを未支給付2ヶ月分というふうになるわけですね。ですから遺族の方は、もし1月に亡くなった方がおられたときは、2ヶ月分を自治体か年金事務所に行って請求しないともらえないということになってくるという意味ですね。それから、例えば2月に亡くなった場合、2月は2月分までもらう権利があるんですけど、2月はこの4月15日にもらうようになってますね。ですから2月分。で、2月15日は12月と1月はもう、もらってますので、残るのは2月の1ヶ月分だという意味ですね。未支給付は亡くなった日によって変わりますので、遺族の方は必ず実際に確認が必要かと思っています。以下同様に3月の場合は2月と3月分の2ヶ月間が未支給と。で、以下、毎月のように年金が支給される偶数月は1月分。それ以外の奇数月は2ヶ月分が未支給になっているという理屈です。それから健康保険料ですね。1月に亡くなった場合は過不足なし。つまり1月の分の健康保険料って12月の年金でもう天引きされてますから、払ってることになりますから、払う必要はないと。ですので、過不足なしということですね。ところが2月に亡くなったとしますと、
2月には年金が2月と3月分が天引きされてますよね。と2月に亡くなった場合はこの3月分が過払いになりますよね。払いすぎだということで3月分を返してもらう必要があるということですね。ですから1ヶ月分プラスで書かさせてもらいました。2が同様になってます。年金の支給される偶数月に1月分の過払いがあるので返してもらう手続きが必要ということですね。それから介護保険料も同じく年金の支給される偶数月に1月分の過払い金があるので1月分の請求が必要ということになってきます。それから住民税ですが、1月に亡くなったとしますと、この時は前々年分、この水色を払ってないですよね。水色は 2月に支払いすることになってますから。ですから1月に亡くなった方は、この水色とこの黄色が6個ありますよね。これを全部払わないといけないと。2月に亡くなると、この水色は支払っていることになるんで、黄色だけ。つまり前年の1年間分の6分の6。私の場合ですと12万ということですね。4月、5月に亡くなった場合は6分の5。この黄色の6分の1は4月の年金で払ってますからね。残りの黄色の5つ分を払わないといけないということですね。6月、7月は6分の4、次は6分の3、次は6分の2で、最後の12月に亡くなると前年の6分の1。私の場合は6分の1は2万円っていうことですね。亡くなった人の住民税を請求していいのかと思うんですけど、黒色は現状の支払い付き、赤色は死んだ時の未支給付き分を表示しております。例えば、ちょっと繰り返しますけど、2月にもらう年金は12月と1月の2ヶ月分ですよと。で、2月に亡くなった場合は、2月の1月分が未支給で残ってますよ。請求しないともらえないですよっていうのが1月分あると。で、健康保険料と介護保険料は2ヶ月分年金から引かれてるんで、もし2月に亡くなったら1月分は返してもらわないといけないですよという意味ですね。ただし、住民税はこの2月に亡くなった場合は前年の1年間分、私の場合は今12万で約12万ここで払わないといけないですよということですね。プラスはもらえますけど、マイナスは払わないといけないっていう意味ですね。住民税だけが、ですから、この未払い金、払わないといけないということで、大変な仕組みとなっているということですね。これは前年の分に対する税金だからですね。こういうふうになっているということです。で、特に、このピンクの部分ですけど、1月1日に死亡した場合は、前々年の6分の1のみ支払いすればいいというルールになっています。この1月1日、つまり元旦ですね。1月の中でも元旦に亡くなった場合は、この6分の1と前年1年間分の6分の7でしたけど、6分の1のみ支払えばいいと。1月1日というのは大事な年なんですね。これはちょっとややこしいんで、また次のページでご説明させていただきますね。はい、死亡時の住民税ということで、住民税をちょっと詳しく説明いたしますね。こういう表をちょっと作ってみました。ちょっとカラフルでちょっと見にくいかと思うんですけど、ちょっと説明させていただきますね。まず、この黒い枠が当年度ですね、今年。1月から12月までと。で、左側が前年度で、右側が次年度ということで、左側から時が流れていくという表になってますね。それから水色が2年前、黄色が1年前、茶色が今年の分ということですね。ですから黄色を例にしますと、前年の住民税が今年の6月から引かれて年金から天引きされているというイメージですね。丸は年金の受給月で、
丸1個分が年間の住民税の6分の1に相当しますと。年金が6回ですから、1年間の住民税を6分の1したのがこの丸1つという意味ですね。参考までに私の場合は、住民税が年間で約12万程度でしたので、丸1個が2万円に相当するということですね。ここでちょっと住民税の支払い方法と支払い基準をちょっと説明いたしますと、住民税は前年1月から12月の所得に対する税金となっているということですね。で、会社員の方は、当年の6月から毎月給与から天引きされていると。これを特別徴収ということですね。私も会社員時代の時は、毎月給与から住民税って天引きされてましたから、これがいつの分の住民税なんてのは、一つも気にしたことないというか、知らなかったっていうか、退職してみてちょっと初めて分かったということですね。前年の分の所得に対する税金ということですね。ここが非常に複雑にしている税金だなと思うんですけど、自営業の方は同じく6月から1年間分を一括払うか、4回の分割で払うか、どちらかを選択するようになっているということですね。これは普通徴収というだそうです。65歳になって年金が受給されるということになると、天引きされる場合は、なんでか当年の4月から開始されるということですね。ここですね。水色の丸が、この黄色の丸に変わるということですよね。ですから終わる方も、来年の4月の黄色が茶色の4月に丸が変わるということですね。どうしてかと思うんですけど、例えば4月に亡くなったとしましょうか。本来は水色の丸だったわけですね。ですから水色の丸は年金から天引きされているわけですけど、黄色の丸は6個残ってますよね。と年間分ということになりますから、すごい金額になるわけですね。で、スタートの丸を黄色にすることによって、4月に亡くなった場合は、丸が残り5つになりますよね。そういう意味で、亡くなった人の考慮して、丸の数をできるだけ減らそうということで、6月から本当はスタートなんですけど、4月からのスタートに変えたんじゃないかなと思うんですよね。その理屈からいくと、2月からスタートしても良さそうだと思うんですよね。去年の1年間分だから、この丸6個を払わないといけないっていう仕組みなんですね。そこが一番悩ましいところだとは思うんですけど、亡くなった人の分を、残りがいくつとかって言うんじゃなくて、もう払わなくていいようにできないのかなと思うんですけどね。で、さらにですね、毎年1月1日に生きているかどうかで決まり、生きている場合には前年の住民税を支払う必要があると。で、裏を返せばだから、1月1日に死んでいる場合には、前年の住民税は支払う必要がないということなんですね。これちょっと見てみますと、1月1日ってここのことですよね。1月1日に亡くなった方というのは、前年の住民税を支払う必要がないわけですね。つまり前年というのは黄色ですから、黄色の部分を払う必要がないと。ところが、1月2日以降、1月2日から1月末まで、この方は1月1日は生きてますから、生きてるんで、前年分っていうのはこの黄色の分の住民税を払わないといけないと。だから水色1個。で、黄色が6個ありますよね。ですから全部で7個という意味ですね。1月1日亡くなった方は水色の1個でいいということで、1月に亡くなった方は2日ですね、2日以降。本当にこの1日の違いでこういう違いがあるっていうのはどうかなと思うんですけど、というふうになってるということですね。例えば2月に亡くなった場合、この水色の丸1個っていうのは2月の年金で支払ってますから、もう払う必要はないんですけど、黄色が
6個残ってますよね。ですから、黄色の6個分は払わないといけないと。同様に見ていくと、6、5、4、3、2と1となって、12月に亡くなったとしたら、黄色の丸1個分が残ってるんで、これだけ払えばいいということですね。ですから、一番少ないのは1月1日か12月という結果になってるわけですね。で、逆に一番多いのは1月で1月1日以外ということになってきますね。7個ですから。月によって違いがあるっていうのはどうかなと思うんです。だからここが問題じゃないかなと思うんですね。ですので、遺族の方は役所から通知書が届きますので、納税する必要が出てきますということですね。住民税を払っている方が亡くなった場合ですね。ですので、住民税非課税世帯となるかどうかっていうのを確認したいっていうのは、亡くなった時に遺族の方に迷惑かからないように、ここを知っておきたいんで、ちょっと検証したいというところだったんですけど、厚生年金受給者が亡くなった場合、年金をもらっていた人が亡くなった場合は、遺族の方は、遺族厚生年金ですね。私の年金の4分の3でしたかね。4分の3か、未支給年金が請求残ってましたですよね。これの受給手続きをして、年金事務所自治体で行って亡くなった方の年金を受給できるようになりますけど、住民税を払っている人の場合は、住民税の支払いが後から来るということは忘れないように認識しとっていただきたいと思いますね。一応そういうことでございます。はい、ここまで。